お願いします。僕も前に205の後期の C のワゴン乗ってたんですよ。なんでもう C はめちゃくちゃいい車でサイズ感もいいしパワー感もいいしって分かるんですけど、206になってだいぶこのフェイスリフトされてちょっと E クラスっぽくもなったじゃないですか。もう今正直 C が走ってるのか E が走ってるのかなんだか分かんない。ちょっとでかかったら S なのかなみたいなそんな感じに今ベンツなってますけど、これはちょっと珍しい W206 の C43AMG フォーマチックステーションワゴン。ステーション、そうですね。ステーションワゴン長い。このモデルに関しては前の3リッター直力ターボからついに2リッターになった最初のモデルで、はい、でターボがなんと怪しい電動と下の羽が回りづらいところを補うために 48V のなんかいろいろついて、なんかいろいろ電気の F1 のなんちゃらみたいな、F1 のなんちゃらが入るまさか2リッターでね、トルク50キロの馬力は408馬力でしたね。はい、怪物だと思うんですが、これなんかまあパッと見て分かるのはまず色がなんかちょっとマットっぽいような多分純正でこの色見たことないんで珍しいなと思ってたんですけど、これ何色なんですか元は。元はメタリックの黒なんですけど、あ、これ元はメタの黒なんですね。はい、はいはい。あ、確かにこの中にすごいキラキラ感があって、でそれにマットのプロテクションでこんな綺麗に貼れるもんなんですね。この貼りとかもめちゃくちゃ難しいんだろうなっていうこのアートがあって、これは僕がいつもお世話になってるゾードラッピングさん社長日高さんね、はい、純正の色でもかっこいいなと思ったんですけど、マットにしたらさらにかっこいいし、特にオーナーさんこれ冬スノボとかそうですね、スキーとかスノボとか行くんで、はい、そのままスタッドレスにしちゃってます今これ、ね、めちゃくちゃ高級品のアイスガードが入りでね、雪道とか枝とか土とか飛来物とかあったりするじゃないですか。なんでこうやっぱりプロテクション貼ってるだけでもかなり安心感あります、ね、安心感ありますね。それにプラス純正では出せないこのマット感。そうですね、これはかっこいいっすよ。これ特に AMG ボディだからこのボンネットがこうねなんかシルエットがよくなんかラインが出て、ね、いや本当にこのシルエットはやっぱこのマットじゃないと出せないなってところがあったりして、まずフロントはヘッドライトとかは AMG だから何か変わるわけではないと思うんですが、結構明るい純正の LED マトリックスかなんかのヘッドライトが入って、そこからバンパーはこの最近よくある AMG のね、そうですね、はい、大きい大型バンパーが入って、これなんかねさっきオーナーさんもおっしゃってましたけど、実はここまでカラープロテクションを貼ってもらってて、もともと黒なんですけど、これとほぼ一緒。そうです、同じ色なんですけど、そこも一緒に守ろうっていうことで全面は貼りました。すごいです。なんかもう今のプロテクションってカラー PPF って艶がありすぎて本当にプラスチックわかんないですよね。わかんないです、本当に綺麗に貼れてて。僕もなんかプロテクションってまだちょっと疑心暗鬼なとこあったんですけど、これを見るともう今のプロテクションって昔の考えとはもう全然違うなって。そうですね、この辺ねかなり造形がめちゃくちゃ複雑なんでえぐられてるんで、この辺はねちょっとカットを入れたりしてやられてると思うんですけど、 C にもついに AMG-C43 でもパナメリカーナもついちゃい、そうですね、もう前から来たら本当に E の63とか63とか何なのかは強そうな強そうですよね。 GT とかもあんま分かんないですよね。若干 GT にも似てますしね。似てますね。で僕このやっぱ C のいいなと思うところはここですよ。やっぱこの全幅まだ1825ということで、今の車からしたら相当コンパクトで都内でもスイスイ行けちゃうんで、そうですよね。やっぱりこれ以上大きくなるとわりかし動き切り返しが多かったりとか大変ですし、ワゴンといっても一応セダンとほぼ全長は変わらずで4785なんで、 E クラスになるともう今5メーターちょっと過ぎてるぐらいなんでかなりショートになっててね、かっこいいし、あとはこれは縦置きの直4なんで、ホイールベースが長くて、あとここの鼻先はかなり短くなってる感じなんで、あんまり雪道でもこう雪がこうガサッとなってバンパーが、でも結構なんか車高はちょっと前の205に比べると落ちてるんで、ちょっと気は使う感じは若干あるかな。そうですね、多分 AMG のサスペンションになってちょっと車高も下がってますしね。あと多分このベラベラというかこの清流のそうですね、ここら辺は絶対当たりそうですね。あとこの車多分オプションとしてついてるのがスライディングルーフついてるんですね。ほとんどなんかオプションみたいなのはないんで、そうですよね、スライディングルーフぐらいしかない。はいはいはい。このスライディングループが確か25万ぐらいで、車体が多分新車で1050万ぐらい、ざっと1200万の車ですが、中古で買われたんですよね。そうですね、これ中古で。中古でだったらどれぐらいなんですか、金額的に。1000万しないぐらい。とはいえ新車すぐで買って200万円ぐらい落ちるみたいな。そうですね、その辺はちょっとどうなのかなって、それは新車で買うとちょっともったいないなって感じします。もともとこれ試乗車だったんですけど、ディーラーの試乗車で左だって、なんで左なんだって話なんですけど。確かにこれちょっと見させていただきますけどこれ珍しいね、左なんですよね。
これディーラーさんのセンスというか、はい、すごいセンスあるオプションで、ね、左珍しいですね。あんま数もないんですけど、でもう内装がねかなり205から変わって、はい、この辺もなんかちょっと鏡みたいなピアノブラックのスイッチ類があって、あとはもうブルメスターとかはもう4歳になると標準で入ってるんですよね、はい、あとはもうこの辺がちょっとタッチ式になってたりとか、そうですね、ちょっとおしゃれになり、であとは AMG のスカフプレートも入ってて、でシートは AMG のこれはブラックなんですね。そうですね、ブラック、はいはい、赤のステッチが入ってる。この辺も若干滑り止めのそうですね、コンビシートなんですね。メーターも1枚のパネルになって、ね、ちょっと座らせてもらっていいですか。どうぞ。ありがとうございます。このまたかっこいいところがこのメーターもそうですけど大きいタブレットみたいなすごいですね。音楽が、はい、すごいなんかもういろいろできすぎて何がどうやって使えばいいのかそう全然わからないです。難しい。 MBX もうとにかくなんか全部タッチで、これカープレートが対応してるんですよね、はい、全部対応してます。なんだこれ、ホームをしてなんかいろいろ、すごいメルセデスのアプリもあり、はい、AMG とか押すと AMG のちょっとじゃあエンジンかけてみて。エンジンおお、あもうセルがもう電動になってるんで、そうですね、全くカチャカチャカチャとかないですね。いきなりブオンってかっこいい。これでなんかいろいろまた出せるんですね。そうですね、エンジンの情報、あとなんか IWC の時計もなくなっちゃった時計は本当だ、デジタルになりますでもなんかちゃんとこういうギミックは残してくれてるのいいですよね。あと燃費、意外に悪くないんですね。意外に悪くないですね。まあでも10ぐらいかな。10ぐらい、カタログ値的には11ぐらい、10出たら十分ですよね。すごい。これもしかしてこれまさかちょっとグッと切っていくと多分リアソーダも入ってるですよね。これ確かこれ入ってない、動いてないとあれかな。低速時は同じ方向に切れていって、100キロ以上になると逆方向に切れて安定性とか出すらしいんですけど、この辺もなんか結構ギミックがね可愛いですよね。デジタルって感じがね、いろいろできすぎて正直これ1枚壊れたらちょっと怖いなっていう感じのそれがたまにディーラーとかであるみたいです。やっぱりいきなり真っ黒になっちゃったとか、で電源消したらついたけどみたいな。はいはい、まあそこら辺はやっぱり電気系なんでね、電気系ですね、仕方ないですね。すげえ洗車モードとか面白い。であとこのパネル自体はちょっとだけこの運転席側にそうですね、向いてますね。全部光ってるんですね。そうですね、光ってます。ちょっと分かりづらいですけど、かっこいい。パネル類もちょっとカーボン調みたいな感じでね、柄が入って、ハンドルも今最新の A45 とか、ね、C63 とかとほぼそうですね、同じですね。ここの辺も一緒ですね。これ回せばこれもモードが変わって、すげえ S プラス、またここにもちゃんとフル液晶入ってるのかっこいいですよね。これね、こういうとこやっぱりベンツかっこいいなっていう。この辺も押すとです。なるほど。これで今バルブ閉まって、これギアマニュアルモード、すごいなんかもうやる気にさせてくれますねここ見てるだけでうわなんか俺今 AMG 乗ってるなっていう。でここもメーターもだいぶかっこいいですね。これはいろいろ選べ、すげえ。標準がクラシック、が多分クラシック、はいはいはい、もう今の新しい。そうですね。であと何が入れられますか。あとはスポーティーとか。スポーティーすごっ。この辺はちょっと最先端な感じの。でもすごいなんかいろんなものが出てますね。スーパースポーツ、これが今一番新しい。であとこのパドルシフトもねなんかすごいいいみたいなこの形でカチカチ、この辺ももうアルミっぽいですね。ちょっと空ぶかししていいですか。これどうぞ。結構音しますね。音しますね。結構今の車でこんなするんですか今。でも結構作られた音みたいなのもするんですけど、でも後ろからも結構しっかり音はしてるかな。ちょっとだけ吹かしてもらっていいですか。はい、いきます。直4に思えないですね。結構厚みのある。そうですね。なんかカラカラした感じなのかなと思って。直4っぽい音ではないかな。そうですね。軽い音なのかなと思ったんですけど。あとこのリアがねやっぱかっこいいですね。個人的に僕このリアわりかし好きなデザインで。多分ボディ自体はワイドにはなってないとは思うんですけど、このまたテールがついてたらかっこいいなこれ。ちょっと A45 みたいな。そうですね。45S ね。A クラスなのかなみたいな。そうですね。多分このディフューザーが結構大きいのか A45S みたいな感じも若干あり、ただマフラーは4本出しになってて。4本出しになってます。テールもめっちゃかっこいいですね。
もう205のこのちょっと古さをもう全部なくなった感じででこのプロテクションすごいなと思うのはこの辺めちゃくちゃ大変だと思うんですよ、おそらくこの辺の造形も、はい、やっぱ結構ね綺麗に貼ってあって、じゃあこれちょっとトランク上げられますよ、はい、足はないんですよこれ。足がなくてですね。足ないんですか？足ないんですよ。なんですかね、半導体不足でないんですかね、もしかしたら。入ってなかったですねこれね。安定して広い。はいはいはい。そうですね。まあゴルフバッグ1個は入るかな。横斜めに。ハッチが大きいんで、そうです。トランクがね、こうそのままガバッと乗せられるのはやっぱりメリットですよね。これぐらい容量あれば、逆にこれ1台あれば何でもできちゃう。何でもできちゃうっていう。雪道も行けるし、四駆なんで、でね、走りにも行けるし、奥さんが乗っても別にそんな大きくないし。でここはあるんですね。ここはあるんです。足がない。そこはちゃんとあると。はい。なるほど。この辺も若干205より優しくなってる気がしますでこれ後ろがちょっとすみません、今後ろがこれちゃんと実用性もある使われ方をしているんですが、チャイルドシートがついて素晴らしい。椅子はないんですけど意外に広いですね。広いですね。もうなんか昔の C っていうとやっぱちょっと狭いしいい買おうかなっていう人も多かったんですけど、結構もう後ろ座ってみると広かったんで、それも買おうかなと思ったきっかけではあるかもしれないで結構前のシートがえぐれてるんで足が結構入る。これはすごい。これえぐられてないまんまだったら相当きついかなって感じはあるんですけどありがとうございます。でこれが元色なんですね。ここね。元色ですね。かっこいい。こっちもこっちでかっこいいですけどね。そうですね。ちょっと助手席もこれはかっこいい。C クラスいいっすよね。このダッシュボードもそんな長くなくて。そうですね。もう見切りもすごい良くて、前がどこぐらいかなっていうのはすごい分かりやすいですよね。大体分かります。じゃあちょっと最後ご自慢のやっぱり2リッター電動チャージャー付きターボ。あとこれあれだ。ブレーキももう今 AMG のブレンボのキャリパーが付いててかっこいい。よいしょ。なんかヘッドライト付いてる方がかっこいいっすねめちゃくちゃかっこいい。どうやったっけ。さあ、オナさん開けられるか実はこの車のことをあまりまだ知らないという。知らないです僕どうやって開けるんですか。これだ。ありましたね。なんか横にスライド上に上げて。おお、パッと見てなんかすげえでかいエンジン見えますよね。そうですね。直4に全然見えなくてワンマンエンジンにしてるんですよね。43なのにワンマンエンジン。なんでついにこれもここにプレートがポーションプレートがつくようになって、そこの辺はちょっとずつ前の C43 よりはそうですね、なんかちょっと違うところちゃんと AMG が作ってるって感じしますもんね。でここにもう明らかにターボの前にどでかいこれ M139 エンジンのここが最新の電子ターボがついて、ちょっと壊れたら怖いっすね逆にめちゃくちゃかっこいいし、これを見るだけでちょっと興奮しちゃうのはやっぱり車好きなんでしょうかあとフレームもだいぶやっぱり強そうですよね、この辺がもう。そうですね、なんかしっかりパワーバーもしっかり入って。確かにタワー何これでかっすごいな。やっぱりフレームの合成感感じますか。だってここもうアルミのすんごい下駄が履かしてあって、結構まあしっかりしてる感はありますね。43とはいえもう63と作りはほぼ一緒だと、一緒な感じですね。そこからじゃあ電子制御の味付けだったり、あと今の63だとモーターがもっと大きくなってるんでですよね。あっちはもう1000ニュートン以上あるって言われてますけども、やっぱり63だとちょっと激しすぎて奥さんとかがやっぱ乗りづらいっていうのもあると思うんで。そうですね、大きさもちょっと大きくなっちゃうんで。そうですよね。で63だとやっぱりちょっと乗り心地がさらにハードになってちょうどいいそうですねところはあるかもしれないですね。お値段も一気に上がっちゃうんで63だとあれ確か500-600万ぐらいそうですね、一気に上がります。500-600万 C クラスで買うってもう1台買えるじゃないかっていう話なんですよ。いや本当にもうそんな世界なんで、逆に C43 の対抗馬としては BM だと330とか340、アルピナとかだと B3 とか、国産だと IS500 とかスカイラインの 400R とか、まあそんなところだと思うんですけど、ぜひちょっとじゃあ一周この電動パワーターボと50ニュートンの直4ちょっとぜひ味わわせてください。はい、お願いします。あとね後輪ソーダもついてるんでね。はい、お願いします。音も変わりましたね。なんかこっちの方が厚みがあってかっこいい。ベンツって一つモデル変わるだけでめちゃくちゃ変わるんですよね。景色が違いますもん。全然違いますさあじゃあ最初はじゃあせっかくなんでコンフォート、でもこれ
ESG ついてるんで本当モーターのね最初の係があるんでプリウスとそんなに変わらないですからね最初のミッションがこれ普通のあれと違うんですよね。そうですね。急速のスピードシフト、はい、スピードシフト。トルコンを使わない代わりにサバンクラッチなんで若干ギクシャク感。そうですね、確かにちょっとギクシャク感はあるなっていうのは、それも含めて AMG なのかなっていうAMG だったらちょっとぐらいガチャガチャしてないと。確かにだいぶ細いですねこれ。細いですね。すんごい細いですねこれ。この先に硬いっすねこれは。コンフォートでこれですもんね。そうですね。めっちゃタービンから電子音のシュワーっていう、多分相当低速のところで補ってんだろうなって。ああしてた。多分この辺とかそうですね頑張ってますね。ああいや分かりました。205より走りというかなんかボディ剛性が上がったのか高級車になりましたね。高級車ですね。確かにその感じはあるかもしれない、スポーツカーっていうよりかは高級車というか、多分昔だと S みたいな、なんかしっとりこうした感じの車重も結構増えたんですよね。そうですね。1780とか。うわすごい。今これ全然100キロ以下なんでハンドル切った方向に後ろのステアが2度ぐらいこう切れ込んでいってるらしいんですけど、めちゃくちゃ切った以上に切れてる感じがしてめっちゃ静かですね。めっちゃ静かですね。これ冷静に考えて今スノータイヤっていうことを忘れるぐらいそうなんですよ、スノータイヤなんでね、すごいですね。普段こんな静かに乗らないんであんま気づかないですけど今横に乗ってみてそうだな。そうですよね。やっぱ S プラスにすると若干電子音も。そうですね。バブリング。あ、これいい音っすね。変速がなんかこのボフボフっていうなんか独特な感じあり独ます。特ですね。 S プラスにしてると若干ミッションが引っ張ったりとか。ミッションが全然トルコンより速いですね。そうですね。スパッとスパッといきます。いやもうこれでよくないですか。1台でよくないですか。十分かもしれない。いやこれ十分ですね。なんか全然45に乗ってる43とかに乗ってることを忘れるぐらい。なるほど、高級車っすねこれは。高級車プラススポーツカー。なんか暴力的な感じはないですよね、あんまりその AMG としての。確かに。でもこの辺の初期のなんか全部が滑らかっすね本当に。滑らかですね。すごい。ブレーキめっちゃいいっすねこれ。あとこのメーターのねこのね火みたいになるんですよね上回すと、これがかっこよくて。なるほど。これいい車だな。これなんかその激しすぎずっていうなんか本当に63との間そうですねっていうポジションめっちゃちょうどいいなこれ。でもちゃんと走るとフロントがね 31%、リア 69% のこの駆動配分がちゃんとフロントもこう書いてるのにありますもんね。やっぱなんか最近僕めちゃくちゃベンツが好きで、なんで好きなのかなと思ったら多分この高級感がやっぱり BM とちょっと違うのかなっていうところとか。確かにそうですね。あとはやっぱり BM の M とかその340とかになってももっとやっぱ硬いんですよ、普段も使えるし、楽しい時は楽しいし。そうなんですよね。でベンツ意外に走れないかなと思ったら結構走るんですよね。走りますね。コーナーも意外にヨタヨタかなと思ったら結構スパーンっていいスピードで入っていくんで、これはフロントの足は結構しなやかですけど後ろ結構硬いですね。後ろ硬いですね。硬いですよね、明らかに前がこうなってるとこ後ろがドドンってこう。あとこの領域出してたら本当に AMG なのか分かんないぐらい昔のね6.2 リッターとか4リッター V8 とか世代と比べると逆に洗練されたしね、頭は軽くなってると思うんですけど、男のロマン的な大排気量みたいなところは、もしかしたらなくなってきてるかもしれないですけど、なくなっちゃってるかもしれないですね。でも
多分今63とかその V8 乗ってる人はこの車の良さを多分知らずに乗ってらっしゃると思うんで確かに一回乗ればこんな楽しいのって。そうですね。だから目隠しして、この車じゃ何リッターって言った時に2リッターって言えるかって言われると、いやーこれはだってこのトルク感とか上回した時のこの吹き上がり感って3リッター以上ないとそうですね感じ出ないですもんね。43これぐらいかと思う人もいれば43ちょうどいいなと思う人なんか2パターンいたんですよね。そうですね。やっぱり SL 出た時も多分そう SL そうですね SL43 出た時にすごいやっぱり言われてたと思うんですけど、乗れば意外と走るじゃんって。これ走るし逆にこれぐらいで振り回せるなっていう。そうですね。なんかちゃんと踏めるじゃないですか、これが楽しい。 BM はねその直列6気筒とかのまあ良さとかもあると思うんですけど、これはいい車だな。そうあとねつなぎ目のこの接地感もめちゃくちゃありますね、そうですね。確かにポン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 してないですもんね。ちゃんとこのちゃんと捉えてますよね。タイヤがこれ普通になんかポテンザでも入ってんじゃないかと思うぐらいのしっとり感。ちょっとアイスガードなんですけどね。すごい本当にアイスガード入ってるかと思うぐらいのロードノイズ本当ないっすよね。そうですね。横乗ってると確かにすごいわかりますよこれ。すごい頭入る。乗りやすい。これは奥さんも絶対乗りやすいな。そうですね。ちゃんとなんか43の立ち位置を確立してるベンツがうますぎてそうですね。ちょっと笑っちゃうっすねめちゃくちゃいい車なんだよなこれ。レーンチェンジした時とかも本当にフロントの方が本当に柔らかいなって分かりますよね。分かりますね。あとはこのやっぱりギアソーダも効いてるからかちょっと後ろのこの動きがこう動きますね。動きますね。こうねなんか面白いですね。いやでもこれは確かにポルシェと今ね991とそうですね。991をそう9930なんで何乗っていいか分かんないですよね。分かんないですねまあご家族とかね乗せるんだったら絶対これだと思うんですけど、そうですね。確かにまあだいぶ静かではありますね。そうですね。確かに確かに。いやでもアンビエントかっこいいこれアンビエントがいい。昼間でもねこれぐらいの光量綺麗に出てます。今のベンツいいっすね。これはかっこいいわ。デートカーにもできるしゴルフも行けるしうまいですよね。うまいっすね。あくまでもこう内燃機がねやっぱちゃんと積まれてる車楽しいっすね。楽しいですね。ターボの立ち上がりは確かに速いですね。この辺踏んだ瞬間、もうグッときますもんねここからおお高級車だなこれ。面白いこれは1台しか持てません。じゃあ何を買いますかってなった時奥さんも乗って小さめでってなって、E はでかいです、A は狭いですってなってやっぱり C のそうですね。ちょうどいいですね。ほんとちょうどいいですねで燃費もそこそこ悪くないっていうのがまたポイント。これでも7000回転ぐらいまでは回るんですね。ちゃんと回りますね。重さ感じさせないというか本当車も軽く感じるんですよね。全然1800近い車に本当思えない。そうですね。根本的なパワーっていうよりかはトルクが美味しい。この辺が美味しい。3000ぐらいですね。そうですね。ちょっと踏んでキックダウンした時のショックはあとこの車ワゴンだってこと忘れてましたそうだお尻ちょっと長いんだみたいな。この車意外にコーナー楽しいかもしれない。こんなスピードでも全然楽しい。絶対雨安心ですね。雨は安心しますね。すごい安心ですねこれ。もう乗っててこの4駆すごい安心感あるなって分かりますもんね。いや確かにでもそう考えると今車すごい高いじゃないですか、いろんな車が。その中でこの車を1100万で出せてると考えたらかなりすごいんじゃないかな。確かにそれはそうかもしれないですね。こんなに豪華にいろいろ作って登る。あと結構これ上も垂れないですね。そうですね。
ちっちゃいタービンだと上がなくなっちゃってなってるだけみたいな、そうなんですよ。意外とないですね。ちゃんと6500ぐらいまでずっとモリ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 って、なんなら最後ちょっとピークパワーがわーってくるような感じなんで、これ全然ずっとスポーツプラスでも楽しいですね。楽しいですね。なんかちょっとジョン・クーパーワークスをでかくした感じですね。なんか乗り味うまいですね。いや本当になんかその例えがうまい。ちょっとチキチキ感もあって2リッターターボのこのブワーっていう加速感も音も似てるんですよね、やっぱり。あとすごいのはやっぱりこのブルメスターいい音するんだよな。ちょっとねジャスラックの問題で限られないですけどめちゃくちゃいい音しますよね。確かにしますね。今欲しいのは223の S か214の新しいいいここまでディスプレイなんですよね。そうですね。最近のフェラーリみたいな、ちょっとあれも興味ありますよね。なんか見た目もちょっと言い方悪くすると気持ち悪いじゃないですか。テールも星みたいになってて、そうですね。フロントもちょっと独特でグリルをさせてるような感じになって、ただ E220D ステーションワゴン AMG ラインみたいなのでだいたい1200万ぐらい高いですね。高いこれは AMG が作っててっていう、なんかいろいろパワーとかモデルのこうステータス性もあるじゃないですか、街中で E220D が走ってても1200万の車見えないんですよ。見えないですね。確かにそうなんですよ。ただあっちだと 4D サラウンドシステムがついてたりとか、コーナー液晶がついてたりとか、やっぱりそこはちょっとやっぱ C と E の差なんのかな。あと防音ガラスも入ってるんで、多分これよりさらに静かで、これでも十分静かですけどね。外国でこんなにうるさいじゃないですか。結構全然音しないですもん。我々はちょっと僕がうるさすぎただけでタイヤもこれほんとすごいな。相当遮音性のある、これ全部内装剥いだりしたらとんでもない量入ってると思うんですよね。だってこれ乗った後にゲレンデとか乗ったらもうタイヤのロードノイズはうるさいわ、風切りはうるさいわ、何にも聞こえなくなっちゃうですよね。これはでもゲレンデから乗り換えて正解説あるかもしれないですけど。そうですね。まあ乗る頻度が上がったかもしれない。そうですよね。多分今までだったらここ車めんどくせえな、やめとこうかなってなるのが、これだとサクッと絵にかけてもスパッと、ね、行きたくなるような感じもしますし、 C63E パフォーマンス系がどんな動きするのかすごい多分なんか気になりますね。それやっぱりね、これにパワー580馬力とかあるんですよね、あっちは確か相当違いそうだな安いなこれもまた。あとこの BM じゃなくてベンツいいっすよねこれ。分かりやすくてね、本当に女性でももうサクッと運転できる。そして大黒のサイズにもしっかり入ると書いてます。結構ディフューザーは結構大きいんで下手すると当てちゃうような感じなんで、いやーありがとうございます。ありがとうございます。これ面白いですね43っていうとやっぱり63よりあれなのかなと思ったら全然ちゃんと AMG してるという